緊急解説。セルフレジで321円のエビチリを忘れただけ。現行犯逮捕の裏側を税理士が切る。極めて一部で話題のセルフレジエビチリ事件。京都市のスーパーで63歳の会社員が321円の惣菜を精算せずに店を出たとして窃盗容疑で現行犯逮捕されました。たった321円で逮捕？うっかり投資忘れただけなら怖すぎるとネット上でも議論が紛糾していますね。今日はこの事件を単なるニュースとしてではなく法律会計技術の多角的な視点から深掘り解説していきます。1、事件の概要。なぜうっかりが通用しなかったのか。まず事実関係を整理しましょう。状況。京都府毛寺市の63歳男性がスーパーで複数の商品を購入。内容。エビチリ321円。1点だけをレジに通さず店外へ。逮捕の決め手。店側が以前から不審な動きをする人物としてマークしていたこと。本人の主張。投資忘れただけで盗むつもりはなかったと否認。ポイントは店長が最初から構えていたという点です。これは店側が過去の防犯カメラ映像やレジの照合記録から常習性の疑い、データとして持っていた可能性が極めて高いことを示唆しています。2、寄せられたコメント。国民の不安とセルフの限界。この記事には1000件近いコメントが寄せられています。主な声を分類すると、セルフレジのシステム的な欠陥に対する不安が目立ちます。実体験の恐怖。重さで検知するタイプでも軽い商品だとエラーが出ずに通し忘れたことがある。確認の徹底。疑われたくないから最後にレシートと現物を1点ずつ照らし合わせている。システムへの不満。結局監視役のスタッフがいるなら店員が打つ支払いだけセルフの方が効率的ではないか。皆さんの不安はごもっともです。実はセルフレジは善意という脆弱な土台の上に成り立つ極めてリスクの高いシステムとも言えるのです。3、罪と罰。法律的に見た窃盗罪の境界線。たった321円で人生が終わるのかという点について法律の専門家的な視点でお話しします。新法第235条チェッタオ罪。窃盗罪が成立するには不法領得の意思、つまり自分のものにしようとする明確な意図が必要です。初犯かつ本当にうっかりの場合、通常その場で支払うか厳重注意で済むことが多いです。今回なぜ逮捕されたか。店側がマーク中だったからです。過去に何度も同様の投資忘れがあればそれはうっかりではなく手口とみなされます。たとえ 1.321 円でも積もり積もれば大きな損害です。警察が余罪を調べているのはこの常習性を立証するためでしょう。4、店側の会計処理。盗まれたエビチリはどうなる？さてここからは税理士らしい数字の話です。盗まれた商品は会計上どう処理されるのでしょうか。スーパー側ではレジを通っていない商品は在庫として帳簿に残ります。しかし現物は店内にありません。この差額を棚卸減毛た名卸減毛と言います。通常スーパーでは売上の 0.5%、1% 程度が万引きや破損による減毛としてあらかじめ想定されていますが、これはそのまま損失となります。221円の原価を150円と仮定すると店にとっては丸々150円のドブ捨てです。5、店側の税務処理。万引き被害は節税になる？損失なら経費にできるから店は損しないのではと考える方もいるかもしれません。税務上万引きによる損失は確かに損金経費として認められます。しかし経費になるからといって得をすることはありません。利益が出ている場合、321円の被害に対し法人税率を 30% とすると税金が約100円安くなるだけです。残りの221円分は純粋な店の持ち出しです。実務の苦労。税務調査で棚卸減毛が多すぎると指摘されれば管理体制を疑われます。店側は警察に被害届を出すことで確かに盗まれたのだという証拠を残し、税務上の正当性を担保する必要もあるのです。6、棚卸減法。棚卸減毛という言葉、一見地味ですが実は現場のドロドロした人間模様や企業の存亡に関わる重大なドラマが隠されているんです。実務に携わる税理士の視点から思わずへーとなる面白い話を3つお届けします。あ、犯人は客じゃない。内引きという禁断のシナリオ。棚卸減法の理由として真っ先に思い浮かぶのは万引きですよね。しかし統計や現場の感覚では実は従業員による不正内引きがかなりの割合を占めているんです。衝撃の事実。ある大手小売店のデータでは減俸の原因の約3割から5割が内部不正だったという例もあります。手口。レジを通さずに持ち帰る、身内に安く売る、あるいは検品の段階で最初から足りなかったことにして着服するなど。税理士の視点。定期的な棚卸しで数字が合わないとき、経営者はお客様を疑う前に身内を疑わなければならないという非常に胃の痛い現実、内部統制の重要性に直面するのです。 B、 消えた高級ワインと天使の取り分。食品や飲料を扱う業界では物理的に消えてなくなることが避けられないケースがあります。蒸発する資産。
ウイスキーやワインを樽で熟成させている間、水分やアルコールが蒸発して中身が減っていきます。これを業界では天使の取り分、エンジェルズシェアと呼びます。税務上の扱い、これも立派な棚卸原毛時ですが、意図的な不正ではなく自然現象です。しかしあまりに減りすぎていると、誰か飲んでないかと税務署から突っ込まれることも。面白い逆転、逆に湿気を吸って重さが増える商品、穀物などもあり、棚卸をしたら帳簿より増えていたなんていう天使の落とし物のような珍現象も稀に起こります。杖、エビチリより怖い。1円のズレで倒産。たった数円、数十円の棚卸原毛でも、それが組織的な隠蔽の入り口になると会社を潰すほどの破壊力を持ちます。粉飾の温床、利益を多く見せたい経営者は、実際には在庫が減っている、減合しているのにまだ倉庫にありますと嘘をつきます。これが架空在庫です。雪だるま式、今年は100万円分、来年は200万円分と減毛を認めずに先送りしていくと、帳簿省はお宝の山なのに倉庫は空っぽという水上な状態になります。末路、これが発覚した瞬間、銀行からの信用はゼロになり、一気に倒産、黒字倒産へと追い込まれます。221円のエビチリをまあいいかと放置するか、厳格に処理するか、その一歩が企業の誠実さを決める分水嶺になるんです。数字が合わないという裏側には、人間の欲や自然の摂理、そして企業の命運が隠されている。そう考えると、棚卸しという作業も少しだけドラマチックに見えてきませんか？ちなみに棚卸しの日にスタッフがやけにピリピリしているのは、この消えた数字の犯人探しに必死だからかもしれません。今回のエビチリ事件も店側にとってはたった321円の問題ではなく、こうした合わない数字を徹底的に排除しようとする執念の表れだったと言えるでしょう。7、今後の技術性善説に頼らない未来へ。今回の事件は現在のセルフレジが抱えるグレーゾーンの多さを浮き彫りにしました。今後は以下のような技術への移行が加速するでしょう。 RFID-C タグ方式、ユニクロのようにカゴを置くだけで一括生産、投資忘れという概念自体を消し去ります。 AI カメラ監視、手元の動きを解析し、スキャン漏れをリアルタイムで検知、警告。ジャストウォークアウト、ゲートを通るだけで自動決済。税理士のまとめ、今回のエビチリ逮捕は単なる一点の不備ではなく、積み重なった不審なデータが爆発した結果と言えそうです。利便性の裏には必ずリスクが潜みます。私たち利用者も自分を守るためにレシートの再確認というアナログな自衛策を怠らないようにしたいですね。以上、現場から税理士がお届けしました。